こんにちは、イラストレーターのネグです。今回は明暗さによる雰囲気や寒そうな空気の作り方が特徴的な絵です。その表現方法に焦点を当てながら制作過程を解説していこうと思います。PSD データは Pixiv ファンボックスにて公開中です。またイラスト講座も好評発売中となっております。場所は冷凍トラックの中のような空間です。まず、この絵を描くときにやりたいことは強い明暗さを作るということでした。地面に落ちる影を画面に映すために高めのアイレベルから見下ろすような構図になりました。下から大きい魚を映して迫力を出すのもありなのですが、あまり落ち影が映えなそうなので却下です。今ので言いたいことは、最初にやりたいことを明確にしておくことで、絵作りを論理的に作りやすくなるということです。手を止めて一度完成図がどんな絵になりそうか想像してみましょう。その絵の特徴が浮かんでくれば、その良さを引き出しやすくなると思います。この時点で見える完成図は、サイドが薄めで左右対称、コントラストが強いイラストです。そのようなイラストは静かで神秘的な雰囲気を作りやすいです。その雰囲気を壊さないようなポーズや表情を作りたいですね。前回解説したイラストとは対照的です。比較するとこちらの方が落ち着いた印象が伝わっていると思います。ただ動きがなさすぎるのも気になっていたので、魚眼レンズっぽく描いて平行な線ではなく曲線を作っています。皆さんはポーズ作りに悩むことはありませんか？箱を書いて正確に配置範囲を計算してみたりとかもありますが、そういう時私はポーズ作りの工程を飛ばし、次の工程に行きます。先にライティングを決めることで、先ほどとは違う視点でポーズを練ることができるかもしれません。実際に先にライティングを決めたことで、視線が集まりやすい画面上部があまりにも退屈でもったいないことが分かりました。せっかくだからここに目立つ大きなサメを配置してその口の中に足を突っ込むようなポーズにすると面白いかもと考えました。また画面内の要素が独立しているよりもそれぞれが接触していることで視線に動きが出たらいいなと思っています。人物を中心に足の方向にはサメがいて手にはマグロの頭が握られています。SNS では実際に絵を見る時間はほんの数秒です。目立ちやすい人物のそばにマグロの頭があることで、ここは冷凍トラックの中なのかもと考えてくれる人がいることを期待してこのような配置にしています。でなければ、ほとんどの場合、でかいサメと人物にしか注目されないですからね。そしてそのままスマホをスクロールして終わるでしょう。色を塗る前にライティングが出来上がってきました。基本的には影に光を差し込む、奥まった箇所に最も暗い色を置く、反射光が当たる面を作るということぐらいしかやっていません。反射光については少し難しいかもしれませんね。この場合、照らされた地面が反射光を放ちます。壁と天井、どちらが明るくなるか考えましょう。地面の正面にある方が反射光を受けやすいので、天井の方に明るい色を塗ります。また壁側も地面に近い場所は少し反射光を当てています。それと前回画面を構成する線のお話をしました。規則性のある線の群衆は特定の印象や効果を生み出すことができるというお話です。水平な線は安定感を、垂直な線からは重厚感を感じることが多いです。さて、このイラストで見える線は、まずサメに視線を集める放射状に広がる線と、壁に見える縦の線があります。これを強調することで、この絵に空間の広がりと無機質な感じを与えたいと考えていました。彩度の低い色合いを使うと、さらに無機質な感じと合いそうです。垂直の線を強調したくて、髪の毛を不自然な形で照らしてみました。それでは色塗りの工程を見ていきましょう。まずはいろんなグラデーションマップを試して雰囲気の合う色合いを探します。不意なところに別の色相の色が現れるのもこの塗り方のいいところだと思います。使用する色の幅が大きいほど動的な印象になります。
今回の絵ではそれとは逆のことをしたいので、色幅は控えめにするのが目標です。なので人物の服も目立つ色にはせず、全体のトーンの統一を優先しました。寒さを表現するために寒色を用いることはよくありますよね。そのサイドによって寒さの印象は変わります。サイドが高く日向に暖色があると肌寒いけど穏やかな印象に見えます。対して日陰と日向ともにサイドが低いと無機質な冷たさを感じます。自分の絵にどんな寒さが必要か考えて色を塗りたいですね。床のディティールの作り方ですが、まず細い長方形を複製します。それらをまとめてパースに沿って変形させます。光の来る方向を考えて影のできる面を描きます。質感ブラシで作った模様も同様に変形させ、消しゴムで調整します。といったような手順ですね。この後さらに汚れや反射を描きます。手っ取り早く人物の注目度を上げるための手法として、発光用のレイヤーに大きめのソフトブラシでふわっと塗ることがあります。比較的簡単に視線誘導や空気感が作れます。影で覆われている服も先ほどより目立つようになりました。比べてみるとわかりやすいと思います。この絵にはマグロがたくさんいますが、実はディティールを書き込んでいるのはたったの2匹だけです。光が当たっていて目立つマグロだけしっかり描くと、あとは脳が補完してくれます。後ろの大群はディティールは描かずに下からの反射光を描いているだけですが、マグロだろうと認識しますよね。全部を頑張る必要はないんです。後ろのサメと手前のマグロの大きさについてですが、結構悩んでいました。この辺りで少し大きく変形させています。サメは線画だけの時だと結構目立っていたのですが、実際にはアウトラインが影に埋もれて少し弱く見えてしまいました。この絵の特徴は大部分がその影で覆われていることです。画面下の明るい範囲内で、ここは魚が保管されている場所ですという情報を確実に伝えるため、マグロも見やすいように変形しております。人物のディティールを描いていますね。今回は丸っこいフォルムということもあって、いつもより服の影の塗りにソフトブラシが使われています。自然な丸みを表現しやすいですね。頭部の陰影作りにもこれを使っています。そして質感によっては影の中であろうと周囲の明るい色を反射することがあります。このようなハイライトもうまく利用しましょう。影の中でサメを認識できるのは、サメの歯のハイライトがコントラストを生んでいるからこそです。コントラストの話が出ましたね。このイラストで一番悩んだ重要なポイントです。ここでこのイラストの一つのテーマの明暗さについてお話しします。今、サメの口の中を強調するために一段階暗い色を追加しました。そのことでサメが目立ち存在感が現れました。その代わりに失ったものがあります。それは全体を覆う暗闇と人物の注目度です。口の中が最も暗い色となったことで、壁のような部分は相対的に明るくなり反射光が現れましたね。また人物以外にもコントラストを持つものが現れたことで、少し人物の注目度が下がります。このように影の中にコントラストを作ることは一長一短です。どちらの良さも損なわないような色選びを心がけた結果、この暗さになりました。また、影の中のコントラストを調整する方法はいくつかあります。例えば、トーンカーブです。この暗めの色の範囲が影の部分となります。その範囲の明暗さを潰してあげることで、コントラストが潰れましたね。これはこれで良さがあると思いませんか？逆にコントラストを上げすぎるとこうなります。あまり風情がないですね。他には明るい方の比較レイヤーを使うことも一つの手です。指定した色より明るい色のみを表示してくれます。このレイヤーの明度を上げ下げすることでコントラストに変化が現れます。ちなみに私は線画を定山レイヤーで描いていますが、塗りを行っている時に線画が目立ちすぎないのはこのレイヤーのおかげです。と言っている間に絵はほとんど完成です。
最後にソフトブラシでぼやけた空気感を作り出来上がりです。いかがでしょうか？言語化してみるとめちゃくちゃ考えながら書いてそうに感じますが、結局はどんな意にしたいかを明確にして選択を繰り返しているだけです。この動画が何かの参考になれば幸いです。それではご視聴ありがとうございました。